Pittsburgh, January 1980. Dear Sir, early in 1942, only months after Pearl Harbor, I was invited by Congressman George Bender of Ohio to attend a special meeting of a select group of congressmen and government officials at the Army and Navy Club in Washington. This was an informal group that met bi-weekly to dine, talk freely on matters otherwise held confidential, and play poker. One of the group's members was the head of the FBI, J. Edgar Hoover, who said that from early fall 1941 until a few days before the Japanese attack, they had had warnings that it was coming. Much more important, President Roosevelt had had warnings during all of that time from a number of sources, but he was very sure they were not passed on to General Marshall, nor General Short, nor Admiral Kimmel, the commanders in the Pacific. Hoover said the president told him not to mention to anyone any of this information, but leave it to be handled in his own judgment. Yours faithfully, Carlton G. Ketchum, U.S. Army Air Force.我々は陸軍海軍クラブで食事をしました。ごちそうでしたが、そこでその会議の人たちに会いました。フーバー氏の他に彼の側近のアシスタントである FBI の幹部が2人、議員が5、6人、司法次官のキーマン、それからベッフォーという下院の書記、それにもう1人ぐらいいたと思います。食事の後、フーバー氏が立ち上がって話を始めました。フーバーは1941年9月、極東の秘密情報部員からパールハーバーかフィリピンのクラークフィールドか、またはその両方ともが攻撃される予定であるという警告を受けたと話しました。彼はそれから少し後でシンガポールからも同じ警告を受けたと言いました。フーバー氏によれば、彼はこういう警告を聞いたたびに、ルーズベルト大統領のところへ行ってこのことを話したが、ルーズベルトはいつもこのことは私以外の誰にも言うなと言ったということです。大統領は知らせる必要のある人には私から話すと言ったそうですが、フーバー氏からは外に漏らしてもらいたくなかったのです。フーバー氏はこの種の警告が来るたびに、次第に不安になってきました。つまりパールハーバーかクラークフィールドか、それとも両方とも攻撃されるかもしれないということで、彼はルーズベルト大統領にこのことをホノルルを指揮しているショート将軍とキンメル提督に話してよいかと許可を求めたのですが、大統領はそれを拒絶し、他の誰にも言うなと言いました。フーバー氏は大統領特別補佐官のホプキンスはこのことを知っていたし、ノックス海軍長官も知っていたと信ずると言っていました。それ以外にもあと1人2人は確かに知っていたと思うが、陸軍長官のスティムソン氏が知っていると言ったかどうか私は覚えていません。またフーバー氏はマーシャル将軍は知らなかったと思うと言っていました。フーバー氏は次第に不安になり、大統領にパールハーバーを指揮している将官にその警告を知らせるよう懇請しましたが、大統領はこの件は俺に任せてほしいと言いました。攻撃の 2,3 日前に日本艦隊が発見されました。発見のきっかけは確か、無線を捉えたことです。アマチュアの無線家がこれを通告し、
これもホワイトハウスに報告されました。フーバー氏はホワイトハウスに行った際、日本艦隊が太平洋をハワイに向けて進行中という連絡を知りました。フーバー氏はここで再びハワイの指揮官にこのことを知らせるよう求めたのですが、ルーズベルト大統領は自分が行動するまで待てと言いました。ルーズベルトはフーバーに対してホノルルであろうと極東であろうと FBI 関係者には一切漏らすなと釘を刺してありました。したがって攻撃が行われた時、ハワイの指揮官には全く寝耳に水のことだったのです。フーバー氏はこの話をした後、皆の質問を受けました。出席者の何人かは、大統領は兵士や水兵を死に至らしめたとの感想を述べました。さらにもし大統領が一連の警告を隠し、日本軍に攻撃を行わせ、米国を参戦させようと企図していたとしても、少なくとも攻撃の2、3日前には、大統領は兵士をハワイ諸島に分散させたり、また船を安全な海域に移して艦隊を守ることもできたはずだと発言しました。大統領は2700から2800名の人間を殺さずに済んだのだという点が指摘されていました。フーバー氏はパールハーバーという情報が一番先にどこから入ったと言ったか覚えておられますか？あなたはこの情報はオランダ、イギリス、香港の実業家など複数の筋から出ていたと言われましたが、誰が最初にパールハーバーと言ったか覚えておられますか？香港のイギリス人だったと思います。最初に警告を出した東インド諸島にいた何かのスパイであったオランダ人ではなかったと確信を持っています。このオランダ人の方はパールハーバーとは言いませんでした。ただ攻撃が行われると言っただけでした。しかしあのイギリス人は何かの情報源から攻撃はパールハーバーかクラークフィールドと聞いたのに違いない。日本の機動部隊がハワイに近づいているという情報についてですが、これはアマチュアの無線技師からだけ来たものですか？それとも他の筋からも来たんでしょうか？情報はいくつかの筋から来ましたが、その中の一つの情報が艦隊がいつ港を出たかを知らせてきました。しかし私が知る限り、艦隊が港を出た後についてはそのアマチュア無線技手からだけでした。アリューシャン列島のダッチハーバーからも同じような警告が入ったということについてはいかがでしょうか？そう、ダッチハーバーの名前は出ました。当時アメリカは日本にスパイを持っていましたか？持っていました。日本にあったわけですね。何人いたかは知りませんが、いたことは事実です。日本にいたアメリカのスパイとは FBI のスパイですか？それとも軍隊のスパイでしたか？私の印象では軍のスパイだったと思いますが、フーバーの部下が一人極東にいたという話でしたが、極東のどこかは私は知りません。日本にいたエージェントは日本人ですか？Do you know if the American agents or agent in Japan, if they were Japanese? 知りません。Did he mention? フーバーの話の中で香港の英国実業家の話が出てきましたが、ポポフという名は出ませんでしたか？ポポフ、POPOV。彼は二重スパイだったんですが。
そのような名前を聞きましたが、それがそのことではないかと思います。一度だけ出ました。私はその名も知らないし、聞き覚えもありませんでした。でも多分その名前のことだったと思います。発音がよく似ていますから。その夜の夕食会にいた人でまだ生きている人はおりますか？全くわからない人もいます。私のホストであったオハイオの議員は亡くなってしまいました。ご存知のようにフーバー氏も亡くなりました。そしてベッフォーもキーマン司法次官も死んでしまいました。戦後日本とアメリカの間に何か緊張が生じるたびにアメリカ人はリメンバーパールハーバー、真珠湾を忘れるなということを言ってきました。あの攻撃後何年もの間、あなたは真相を知りつつ人々がリメンバーパールハーバーというのを聞いてこられたわけですが、どういう感情を持ってこられましたか？パールハーバーでは多くの人々が怪我をしたり殺されました。私はそのことを知っています。個人的に知っていた人がいたわけではありませんが、しかし戦後そこで負傷した2、3人の人と会い、ルーズベルトの行為は許し難いと思いました。この国が戦争に向かうのは避けられなかったとしても、攻撃の2、3日前には部隊をハワイ諸島各地に分散させ、艦隊を外洋に散らしておけばあれほどの被害は出なかったと思います。terrific losses. It's always had small losses.